のごちそうさまチャンネルは男子おつまみくたびれないもやしだけ炒め。お湯にさっとくぐらせて少しだけ水抜きます。でそれでシャキシャキを維持しようというくたびれないもやしだけの炒め物。これは音ですよ、音。シャキシャキしております。これでもね、やっぱ後ろ見たくないですよね。なんかね、もりもり食べてももやしだし。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはですね、男子おつまみくたびれないもやしだけ炒め。長いですねこれ。要はくたびれないっていうのはもやし炒めの悩みの一つに、すぐやっぱり水っぽくなっちゃう。でシャキシャキなくなっちゃう。美味しくない。で当然他にも具材入れないとしっかりと食べれないというようなお悩みがあると聞いたので、今日はくたびれないもやしだけ炒めというメニューを作っていきます。いくつかポイントがあるので、それも丁寧にお伝えしながら進めていきたいと思います。もやし2袋ですね。でにんにく、お酒、醤油、オイスターソース、それから鶏ガラスープの素、ペーストですね今日は。お砂糖小さじ1/2、サラダ油、あと片栗粉が入りますね。簡単に工程を説明すると、普通の中華料理屋さんのもやし炒めってシャキッとしてますよね。あれ油通しをしてます。周り油でコーティングするわけですね。だからシャキシャキの状態で炒め合わせる時は少しなんですよ。調味料ともやしを絡めるぐらいのイメージなので、シャキシャキの状態で美味しい。でも家で油通しってなかなかできないので、それだけのね油の量もちょっと嫌だし。で簡単に言うと、お湯にさっとくぐらせて少しだけ水抜きます。でそれでシャキシャキを維持しようという。なのでくたびれないもやし、しかももやしだけの炒め物。先にニンニク切ろうかな。まずスライスです。で今ここお鍋グラグラに沸いてます。この状態です必ず。で茹で時間は10秒ですよ。これが必須絶対で、入れるとちょっと落ち着くんですけど、こんだけグラグラしてれば多分大丈夫です。はい、なんでいきます。10秒ですよ。さあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で止めます。これ冷水取っちゃいます。このまま火入っていっちゃうので。はい、冷めたら少し絞ります。ナムルの時みたいにギューじゃなくて軽く。そうすると出るべき水分があるんですね。このぐらい。そんなに強く握ってないですよ今。それでもこんだけ出ます。でこの状態、まだふっくらしてる。このぐらいの状態が重要ですね。絞りすぎるともうナムル状態になっちゃうんで、そんなに強く握んないで出る水分はもう調理したら出るべくして出る水分なんですよ。だからそれを先に抜いちゃおうって話ですね。そしたらこの後炒めていきます。まず調味料を合わせておきます。お砂糖小さじ1/2、オイスターソースが小さじ1で、お醤油が大さじ1、お酒が大さじ1、鶏ガラスープの素のペースト状のやつですね。一回ここで混ぜて、でペースト状のやつは温度がないと溶けないので、ざっとで大丈夫だと思います。で片栗粉が小さじ1/2。片栗粉だけ沈殿しちゃうのでよく混ぜて溶かしてください。ガラスープはこのぐらいで大丈夫ですね。サラダ油、これフライパン引きます。でニンニク入れてから火つけます。ニンニク広げて、ニンニク少しだけローストしましょう。野菜の炒め物って特にそうなんですけど、この中で完全に最初から火入れようとすると結構難しいわけですよ。どうしてもその野菜って水分が多いので相当な火力がないといかないんですね。だから中華料理なんかは油通しをするってことが前提になってるんですよ。だからそれを家だと湯通しって結構代用できます。キャベツなんかも近いようなやり方でできますね。ニンニクの香りが強くなってきたらもやし入れます。全体に油かませて、でさっき水に取ったんで温度低いんですね。だからしっかり温める感じで炒めすぎ厳禁ですね。そしたら先ほど合わせた調味料もう一回よく混ぜて、片栗粉沈殿するんでこれ入れます。でガラスープが溶けきってないのでよく中で混ぜて、そしたら OK ですね。で盛り付けです。で完成ですね。湯気がねボワーンと取って、これは音ですよ音。
こえますか？シャキシャキしております。これでもね、やっぱ後ろめたくないですよね。なんかね、もりもり食べてももやしだし、お腹周りが気になったお父さんに良さそうな気がしますね。で水分も、このぐらいですね。出て作った時とほぼあんまり変わらない状態ですね。だからこれから先確かに長時間置いたらちょっと出てきはしますけど、あんまり味ぼやけないですよね。この間も試作の時に2時間後ぐらいのやつを置いて食べたんですけど、そんなにやっぱり水分出なかったんで、このやり方が油通ししないんであればいいんじゃないかなと。というわけで2回にわたってね、もやしのレシピお伝えしましたけど、神々。本当に簡単で、ポイントはやっぱり絞り方とその後の火入れの具合なんで、それだけ注意してもらえれば美味しいもやし料理が食べれるんじゃなかろうかと思います。ごちそうさまでした。